皆さんこんにちは、かおりです。大家好，我是口优。今日はですね、私がマレーシアに来て良かったことというテーマで皆さんとシェアしたいと思いました。じゃあまず早速1つ目、健康になりました。日本には冬季うつ病とか、ウィンターブルーという言葉がある通り、私たちもね、冬の時期に一時帰国したことが何回かあるんですが、日本のさ、冬って夕方3時とか4時になるとさ、もうすごい暗いっていう時いっぱいあるよね。是啊，我开始去这种温带国家的时候，有四季的国家，开始去的时候是有点兴奋的，因为毕竟是在马来西亚长大的，没有看过冬天，没有看过雪，但是去了几天过后，会觉得他们3、4点就开始天黑了，还有一些冬天带来的一些不便啊之类这样，然后开始心情有点冬天的 blue 啊，有点 blue 这样子，然后有点懒懒的，哪里都不想去这样子懒惰的感觉这样。そう、私がね、そういう風にウィンターブルーを患っていたわけではないんですけど、でもね、実際にそういう日本のこうどんよりとしたさ、天気とか気候とかってやっぱり気持ちだけじゃなくって、本当ね、体身体にも結構影響してるんじゃないかなっていう風に私は思っていて、というのもね、私日本にいた時結構体が病弱で、1ヶ月のうちでね、もう本当に何も仕事とか家のこととか手につかなくって一日中寝込んでるっていうね時が結構1ヶ月に何日もあって、結構ね、体が弱かったんですよ、こう見えてもね。そうでもマレーシアって一年中常夏で、夜7時とかね、7時半とかになっても特別夕方のスコールとかがなければ結構明るいよね。日本の夏みたいに結構夜7時半とかでも一年中を通してね、明るかったりとか、日中も気温が32度から35度ぐらいまで上がるので、結構そういうあったかい気温とか、なんていうかな、明るい気候っていうのは体とか気持ちとかにすごいいい影響を与えてるなっていうふうに私は、感じていて、だからね、日本にいた時結構片頭痛とか女性特有のね病気とか持っていたんですが、結構天気によってもね、私の場合は改善されたなっていうふうに、感じています。だからね、マレーシアに来て良かったことの一つ目は健康になったっていうこと、です。で、2つ目はお酒の誘惑がないっていうこと、そう、私ね、日本にいた時結構仕事帰りにさ、コンビニとかスーパーとか行ってお酒を1本2本とか買ったり、あとは仕事終わりに職場の人と一緒にお酒飲みに行こうとか言ってさ、居酒屋にね行ったりとか、結構ね、そういうことがもうほとんど毎日あったんですよ。私自身ね、別にお酒が好きとかお酒が強いとか全然そういうわけじゃないんですけど、やっぱりこうストレス発散とか疲れとかそういうものを吹き飛ばすために、なんかこうお酒のこう力を借りてたっていうか、一種のこうストレス発散みたいになってたんだよね。これは日本の文化だね。そうかもしれないね。そうでもマレーシアに来てからそういう誘惑がなくなりました。というのもマレーシアってイスラム教を国境としているので、お酒がそれほど私たちの生活に身近じゃないんですよね。だよね。マレーシア人ってさ、そう仕事終わりにじゃあお酒飲みに行こうぜとかさ、そういう文化ってあるのかな？OK，虽然我年轻的时候，工作完毕过后，都会和朋友去喝酒啊、聊天之类的。可是年纪渐渐变大的时候，会比较想会去喝茶啊。在马来西亚，我们很喜欢喝茶，就是很喜欢去 coffee shop， coffee shop order 一杯茶，或者是一杯coffee， 就是坐在那边一起在那边吹水，就是聊天的意思，吹水这样子。还有一个原因，我是想，可能马来西亚的那个酒的税也会比较高，所以会是喝茶比较便宜，所以我们喝茶比较好。なるほどね。お酒飲みに行く人もいるけど、それよりもお茶飲みに行ったりとか、コーヒー飲みに行ったりとかする方が好きだよっていうことなんだよね。飲茶が好きね。なるほどね。はい。
じゃあ次3つ目はね、物欲がなくなりましたどういうことかっていうと、マレーシアに生活するようになってから本当に必要なものしか買わなくなった、生活に必要なもの、今自分が本当に必要なものが何かっていうのを考えて買うようになったというのも、日本にいるとなんか買うつもりがなかったのに買っちゃったっていうものがすごく多くってそれはね、洋服とか食べ物とか日用品とかもう雑貨とか全てに言えることで、特に買うつもりがなくってこうフラッと出かけたんだけど、なんかこれいいな、これもいいな、これ買ってみたいなとかで買って実際家に帰ってなんか我に返った時にね、あれなんでこれ買ったんだろうとかねよく考えたらそんなに必要なものじゃなかったなとか、そういう感じで浪費してしまうことがすごく多かったんですけど、マレーシアではそういうことなくなりました。なんか物が結構限られている、不便って言っちゃそうかもしれないんだけど、でも逆にそれがね、無駄にね浪費することも少なくなったし、本当にだからさっき言ったように必要なものしか買わなくなったから、その分ね、例えば子供たちのためになんかこうどこか連れてってさ、そういうところでお金使おうとか、なんかもっと有意義なことにさ、お金、本当に必要なことにお金を使うようになったなっていうふうに感じています。なんか日本は結構便利っていうかね、いろんな意味で便利、一つのものに対してもいろんな種類のものが売っていて、なんかさ、物欲を刺激されるっていうか、例えば期間限定のものとかもさ、いつもそうね、いつもあるよね。なんか今買わないと、今逃すとすごい損だみたいな、あるよねどう？マレーシアでの生活と、ほら私たち日本に帰った時のこうなんていうかな、物欲やっぱ違うかな。OK，我在马来西亚通常没有什么买东西，通常会买都是日常用品啊之类这样子的东西。可是当我们一回到日本的时候，时常就是会失控的买了一大堆东西，就是爆买一些东西近几年会比较好一点，慢慢开始可以控制。日本人呢，就是有办法让你掏出腰包来买他们的产品之类这样子，所以他们这种 marketing 的东西是做得非常好的。そうなんだよねそうだから私たちね。Amazon のね、オンラインショッピングもすごくいいよね。すぐあったね。便利な色の便利もね。Amazon も安いし、で買うでマレーシアよりね、なんか100リンゲ200リンゲで安いのはなんとかやっぱり日本買う方がいいよね。の感じ。便利なのはすごくいい面があるけど、ちょっとねコントロールが効かなくなっちゃってね浪費っていうちょっとそうだね、暴走なったね。暴走ね、そうだね、暴走ね確かにそうそう。で次4つ目、視野が広くなった。はい、これはマレーシアに限らず海外に行ったことがある方なら感じた経験がおありかもしれません。マレーシアっていうのは多民族国家と言われていて、主にマレー系マレーシア人、中華系マレーシア人、インド系マレーシア人、この3つの人種の方たちが一緒に暮らしている、そんな面白い国です。なので一つの国の中で違った文化とか違った習慣風習、あとは違った宗教、信じているものが違かったりとかするので、一つの国に住んでいながら異文化体験っていうかね、そういう経験ができるのがすごく自分にとってはプラスになっているなというふうに感じています。というのもね、日本に生活していた時に自分が普通とかね、当たり前とかこれが常識とか思っていたものってマレーシアに来てね覆されたっていうか、それが普通じゃなかったっていうかね、一つのことに対してもいろんな考え方があって、いろんな感じ方があって、そういうのをねこう認めるじゃないけど多様性みたいなのを認めることって必要なんだなっていうことを私自身勉強させられました。自分のこう考え方で物事を測るんじゃなくって、いろんな考え方があるんだよっていうのを、その多民族国家マレーシアに来て結構こう考えさせられて、だからねそういうことも私にとっては良いことだったなと思っています。マレーシア多分全世界ね
ただマレーシアその他人いっぱいの他人民族がある国なんでね、食べ物もいっぱいしようよね。そうだね、まあ、世界的に見てもマレーシアってすごくそういう意味でもこう特別な、珍しい国だよね。なんで言うのってちょうど眠い時間だね。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね、私がマレーシアに来て良かったことというテーマでシェアしました。この動画を見て何か思ったこととか感想などありましたら、ぜひ気軽にコメントを残していただけると嬉しいです。今日もご視聴いただきありがとうございました。謝謝大家的支持。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。